フクイベナトルは、日本の福井県に住んでいた、小型の獣脚類です。最大体長、2.5 メートル。推定体重、25キロ。生きていた時代は、ここら辺。中生代、前期白亜紀。約1億2940万年前から、約1億1300万年前です。フクイベナトルが生きていた頃の日本は、ここら辺。島ではなく、大陸の端っこでした。フクイベナトルが見つかった、手取層群の北谷層からは、ワニの化石が見つかっているので、ワニが住めるくらいの暖かい気候だったと考えられています。北谷層よりも少し古い時代に堆積した桑島層では、ワニの化石は見つかっておらず、かなり涼しかったと推測されています。桑島層が堆積した頃よりも気温が上がり、少し暖かくなった頃に堆積したのが、フクイベナトルが見つかった北谷層です。このため、寒冷な気候を好む植物と、暖かい気候を好む植物が混ざり合って生えるという、他には見られない豊かな環境で、他の地域で衰退した生物や、進化型の生物グループが混ざり合って暮らしていたと考えられています。フクイベナトルは、2007年に化石が発見され、9年後の2016年に正式な学名が付けられました。学名の意味は、福井の狩人。福井は、化石が見つかった福井県から、ベナトルは、ラテン語で、狩人です。種小名のタラドクサスは、矛盾する、または、逆説の、という意味です。発見された当初は、鳥類に近い、ドロマエオサウルス類であると考えられていたため、進化型の獣脚類グループ、ドロマエオサウルス類でありながら、多くの獣脚類が持つ巨歯を持たない、という特徴から、矛盾する、という意味のタラドクサス、という種小名が付けられました。フクイベナトルの化石を見てみましょう。恐竜の化石で、1個体分の全身が見つかるのは、とても珍しいのですが、フクイベナトルでは、全身の約 70% の化石が見つかっています。ほぼ全身の化石が見つかっている、カムイサウルスに次いで、状態の良い化石です。復元当初は、大きな頭骨を持ち、後肢の第2子の鍵爪が、持ち上がった姿で復元されていました。CT スキャンなどで、詳しく再調査した結果、現在では、頭骨が小さめに、後肢の鍵爪は、持ち上がっていない姿に復元されています。全身は細く華奢です。長い首、長い前肢、短い胴、という、鳥類に近い、進化型のマニラプトル類のような姿をしていますが、後肢は短いです。速く走るというよりは、小回りの利く体型です。フクイベナトルの頭骨です。ほっそりした小さめの頭骨に、小さな尖った歯を持ちます。獣脚類のうち、植物食性や雑食性のグループは、頭骨が小さくなる傾向があるため、フクイベナトルも、小さな頭骨に、巨歯のない歯という特徴から、雑食性か、もしかしたら植物食性だったのではないか、と考えられています。
フクイベナトルの脳からわかること。恐竜の脳が化石として見つかることはほぼありませんが、頭骨の化石に残る脳幹、脳が収まる空間が残っていれば、型取りすることで脳の形を知ることができます。脳の形や大きさからは脳の機能を知ることができます。フクイベナトルの頭骨化石は、後頭部が少し欠けている以外は、とても良い状態で見つかっています。化石には、脳幹の後ろ半分が残っていて、小脳や内耳の形が解析されています。小脳や内耳の形からは、バランス感覚や聴覚について知ることができます。脳幹の前の部分が失われていたため、大脳の形は分かっていませんが、三半規管が大きく発達していることから、バランス感覚に優れ、活動的であったこと、蝸牛管が長いことから、聞き取れる音の範囲が広く、聴覚が優れていたことが推測されています。鳴き声で仲間同士コミュニケーションをとっていたか、音が出るか、鳴く獲物をとっていたのかもしれません。結構騒がしい恐竜だったのかも。次回の恐竜は、ユーヘロプス。まったねー。